はいどうも、バーチャル YouTuber キズナアイです。ほら皆さん知っての通り、私スーパー AI じゃないですか。頭いいんですよ。いやー、頭の良さって出ちゃうんですよね。仕草とか話し方とか、職場とか学校でこいつ頭いいなーって思われたくないですか？今日は私がそんなあなたにできる人の仕草や話し方教えちゃいます。それじゃあ早速レッツトライ。ちょっとごめん、1個前のスライドに戻してもらってもいい？オッケー、ありがとう。戻していいよ。特に意味もなく一つ前のスライドに戻ってもらいましょう。それだけであなたに熱意があるように見えます。ごめん、その件だけどちょっと駅に行くまで話そうか。本当は暇でも相手にあなたが忙しいということを印象づけることができます。目隠ししたら前が見えないってことだよね。相手が絶対に反論できないような当たり前のことをなるべく深いことを言っている風に言ってみましょう。とてもそれっぽくスマートに見えます。なるほどね。それなんだけど、まず2つあってと話し始めればあなたの思慮深さを印象づけられます。この場合1つ目の話をなるべく膨らませて話すようにしましょう。そうすると2つ目の話をしなくても相手は気づかないことが多いので必要ありません。それいい質問だね君。なかなかいい着眼点してるよ。ちょっとこのまま話し続けたいんで後で答えますね。褒める際はなるべく大げさに称賛しましょう。その間に回答を思いつかなかったら、このまま聞いていけばわかりますが終わりに言いますと伝えましょう。みんなきっとその頃には忘れています。名刺ですね。ちょっとごめんなさい。最後の1枚が残っているかもしれないんですけど、ありました。その一言を言って名刺交換をすれば相手はあなたを多忙な人だと認識するでしょう。よかった、最後の1枚ですと言えばその効果はさらに絶大です。よし、まとまったね。それじゃあいきますか。誰よりも先にその言葉を言うことで誰もがあなたがその会議の責任者であるかのように錯覚するでしょう。i チャンネルいかがでしたか？ちなみにここだけの話と話し始めに言うことであなたは周りの人からあの人頭いいと思われるでしょう。ここだけの話。それではバーチャル YouTuber キズナアイでした。またねー。